この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。皆さん、顔を描くのって得意ですか？もっと言うと、顔を歪ませずにきちっとした比率で描くことってできます？これですね、結構皆さんが悩んでいる難しい問題なんですよね。リスナーさんからもこんな質問が来ています。海さん、26歳の方からの質問です。はじめまして、いつもためになる動画をありがとうございます。早速の相談なのですが、私は物心ついた時から絵を描いているのですが、昔からずっと人物の正面顔が描けません。正面顔を描いて反転させると100発100中で歪んでしまっています。斜めの顔もたまに歪みます。かなり悩んでいて、いろんな方法を試してみましたが改善せず、当たりをつけたり左右反転しながら修正をしても歪みが消えません。正面顔が描けないと描ける絵の幅も減り、気がめいってしまいます。これは一生治らないことなんでしょうか？もし何か改善方法があれば教えていただきたいです。よろしくお願いします。とのことです。皆さんどうでしょう？これを聞いているリスナーさんの中にも今激しくうなずいている方多いんじゃないでしょうか？いやー、これはですね、絵描きだったら大変耳が痛い話だと思うんです。僕もですね、これについては長年悩んできたんですが、特に30歳の頃にモンスターの絵を描くモンスター絵師から人間のキャラを描くキャラクター絵師に転身した時に本当に真剣に悩みました。いやだってモンスターの顔ってたとえね、左右が非対称だとしてもそれが怖さや味につながったりするので、そんなにね気にしなくても大丈夫なんですが、人物を描くとなるとそうはいきません。そんな中でとりあえず描けますっていう風にね、大見得を切って仕事を取ってきたは良かったんですが、仕事が実際に始まる前の練習段階で描いても描いても顔が歪んでしまって思った通りに描けないので、うわー、これどうすればいいんだ、このままじゃ絶対に大失敗しちゃう、そんな窮地に追い詰められた時期があったんですね。そして実際に仕事が始まってからもこの問題は長らく解決することができませんでした。そんな時に僕がどうやってこの問題を解決したのか、僕がやってきた解決方法と、そして実際にやった練習方法をお伝えできればと思います。この動画を見ていただければ、いくら描いても描いても顔が歪んでしまって気持ち悪い、自分で納得ができない、そんなお悩みを解決するためのヒントにしていただけると思います。人によっては、なんだそんなことでいいのか、じゃあ解決ってね、一瞬で解決しちゃう人もいるかもしれませんよ。ぜひ最後までお付き合いください。それでは今回紹介する顔をうまく描くためのポイント、いきなりお伝えしちゃうんですが、ポイントは3つですね。ごまかそう、歪みは魅力、基準を横に置こうです。順番にお伝えしていきますね。ごまかそう。ですね、ごまかそうなんて、ちょっとしょっぱなから衝撃的なことを言うようですが、まあ、落ち着いて聞いてください。まずね、大前提として言っておくんですが、正面顔ってすごく難しいです。正面顔を魅力的に描くのって、プロでもこれはかなり苦労することだと思います。なぜかというと、海さんが気にされている顔の歪みが一番目立つ構図だからです。そしてもう一つの理由が、立体感が出しにくいので、見栄えをさせにくい構図だからですね。この2つの理由で正面顔はそもそも描くのが難しいです。特に左右の目を同じ高さで、同じ大きさで、そして同じ表情で描くのはかなり熟練度が必要になってくると思います。プロでもね、左右のバランスを整えるのには結構時間が必要だったりします。そんな時一番手っ取り早く歪みを取ってしまう方法、僕がおすすめするのはですね、ズバリごまかそうです。もうね、描けないなら描けないで、描けないことをなるべく人に悟られないように、その部分何かで隠しちゃえばいいんですよ。例えばこんな感じ、正面顔があるじゃないですか。で、いまいち目が左右対称に描けない、直しても直しても全然整う気がしない、めっちゃストレスよくありますよね。こんな時はですね、もう片方の髪の毛をこんな風に伸ばして片目を隠しちゃいましょう。いや、何それ、そんな不真面目なことでいいのって思うかもしれませんが、いいんです。いやだって別に誰も左右の目を均等に描く能力をあなたに求めてませんから。絵を見る人の立場からしたら魅力的な絵がそこにありさえすればいいんです。これですね、料理に例えるとわかると思うんですが、例えばすごく自信作のカレーができたとするじゃないですか。で、付け合わせのらっきょうを入れようと思うんですけど、そのらっきょうがいまいち美味しくないっていうか、匂いを嗅いだら
めっちゃ臭い気がする。でもな、カレーにはらっきょうが必要だしな。入れちゃおうってします？おそらく大体の人が今回はこれ入れないっていう判断すると思うんですよ。自分が食べる側だったらなおさら、いや、そのらっきょう入れなくていいですって思うでしょ？でも全くそれと一緒です。自信が持てない部分は積極的に隠す。これはですね、美味しい料理ないしは美味しいイラストをお出しする上ではむしろ必要な努力だったりするんですよ。今は髪の毛で隠しましたが、例えば単発のキャラだとしたら影で隠してもいいと思いますし、手で隠したっていいと思います。物で遮ってもいいですし、デザインを変えられるならもう眼帯でもありです。描けない部分はもうむしろ積極的に隠してしまって、描けている部分の魅力を最大限に活かす努力をしましょう。それがですね、一番手っ取り早いですし効果的です。歪みは魅力。ただそうは言ってもですね、海さんはこう思うかもしれません。何それ、バカにしてんの？私はちゃんと歪みなく描けるようになりたいんです。もっとちゃんとしたアドバイスください。いや、ごめんなさい。怒らないでください。今のも結構真面目な解決方法ではあるんですが、でもやっぱり絵を描いてる以上、描けないものを描けるようになるっていうことが一番の楽しみだっていう人も多いと思うんですね。わかります。でもね、ちょっとここで一度冷静になって考えてみてほしいんです。歪みなく顔を描けるようになりたいのってなんでですか？歪みのない顔を描くこと自体が目的でしょうか？いえ、おそらくですね、違うんじゃないかと思うんですよ。多分それって歪みのない顔を描くことがキャラクターの魅力を一番に引き立てるための手段だと思い込んでるからじゃないでしょうか。でもそれって本当にそうでしょうか？逆に考えれば魅力的な顔さえ描けていれば、結果的に顔の左右のバランスが整っていなくてもそれはそれで良かったりしないでしょうか？そんなことってある？って不思議に思った人もいるかもしれませんが、あるんですよ。僕はですね、今から5年ぐらい前にあるイラストレーターさんのおかげでやっとそのことに気づくことができました。ブレードさんというイラストレーターさんですね。こちらがブレードさんの作品です。今回はご本人にお願いして作品をお貸しいただきました。ブレードさんありがとうございます。ブレードさんの絵は可愛くてとてもキャッチーなイラストで、特に顔がですね、見た瞬間心をガッてわしづかみにされるような魅力あふれる光を放っているんですが、よく見るとですね、左右の顔のバランスが均等に整っているわけじゃないんですよ。むしろ意識的に別々の表情を描かれているんじゃないかっていうぐらい意図的に違えてあるように見えるんですね。僕はその当時なるべく左右対称に描かなければ可愛くならないって思い込んでいて、それでもいまいち左右対称に描くことができずに歪んでしまって、なかなか可愛く描けない自分の絵を見てははぁってね、すごく悩んでいました。おそらく海さんが今抱えているような悩みに近いんじゃないかと思うんですが、そんなある日ブレードさんの絵を見てめちゃくちゃ驚いたんですよ。何この絵、左右の目のバランス同じじゃないのになんでこんなに可愛いって思うんだろう、すごい魔法みたいだって。それでですね、ブレードさんの絵をこんな風に模写させていただいたり、あとは顔のバランスについてもですね、こちら素体トレースしたりしてよく観察したんですね。素体トレースっていうのはですね、こういった元絵があるじゃないですか。それを半透明に透かして、そして髪の毛とか余計なパーツを全部取り去ってしまって素体のみをトレースするっていうやり方です。こうすることによってこの絵の土台になっているところにだけ目を向けることができて、なぜこの絵が魅力的に見えるのかの種明かしをすることができるんですね。僕はこれをすることによって、そうか、左右の目のバランスが完全に整っていることが必ずしも魅力につながるわけじゃないんだ。むしろ一見歪んで見えることが表情の豊かさにつながることも多いし、むしろそういった魅力的な歪ませ方を学んだ方が何倍も絵が生き生きするな。そんな風にブレードさんの絵に学ばせてもらいました。例えばこのイラストもですね、ほぼ正面なのにもかかわらず左右の黒目の形は非対称ですし、まつげの太さや高さ、そして眉毛の形に至るまで全然対称じゃありませんよね。でもめちゃくちゃ可愛いじゃないですか。そう、左右対称であることがイコールキャラクターの魅力では決
決してないんです。これはね、すごく大きな学びでしたね。基準を横に置こう。でも、海さんは質問の中であらゆることを試してきたとおっしゃっています。もしかしたらね、今言ったような素体トレース、そして魅力的な歪ませ方、ひょっとしたらね、研究した上で、それでもできないんだもんと言ってるのかもしれません。ですよね。今言ったことって、パッとその知識を聞いたからといって、その瞬間からいきなりできるようになるもんじゃ決してありません。なぜかというと、特に海さんのように物心ついた時から長く絵を描いている人にとってはなおさらなんですが、今までたくさん絵を描いてきたことによって自分が描きやすい手癖だったり、これだって思った比率、そしてバランスがもう体に染みついちゃってるんですよね。僕もですね、さっき紹介したような素体トレース何度か試してみて、そしてよく観察して頭では、なるほど、このバランスが可愛いんだな、よし、じゃあ次はこのバランスで描いてみようなんて理解したつもりでしたけど、でもいざ自分の作品に当てはめようとしてもそううまくはいきませんでした。あれなんでだろう、めちゃくちゃ意識したつもりだったのにまた同じようなバランスになっちゃった、おかしいななんていう風に。そうなんです。この体に染みついたバランス感覚を払拭して新たなバランス感覚を身につけるのって、これは並大抵ではないんですね。そうなんだ。じゃあやっぱり諦めるしかないのか、私の癖ってもう一生治らないんだって残念に思っちゃいましたか？いえ、そんなことはありません。僕がそこで実際に試してみて、可愛い顔のバランスを保つのにすごく効果のあったやり方があります。それがですね、可愛いと思った顔を、僕の場合はブレードさんの絵ですね、これを自分の絵と並べて表示しながら描くということです。はい、それもやってます。もうすでに試しましたって思いましたか？焦らないでください。ただ、横に並べるんじゃダメ。全然甘いです。そんなんじゃ、長年かけて染みついてきた自分の手癖っていうものは払拭できたもんじゃありません。どう並べるのかが重要なんです。いいですか？見ててください。こうしちゃいます。はい。もうね、作品の横に並べるなんて甘いんですよ。もうね、作品の中に表示させちゃうの。でもですね、今回の目的は別にこの作品をそっくりそのままトレースしたり真似したりするっていうわけじゃないですよ。こうやって2つの顔を並べることによって可愛さという観点において自分が理想的だなと思う顔と、そして自分が描いた顔、じっくり見比べてみるっていうことが目的です。そうやってじーっと見てるとですね、もしかしてここのバランスがおかしいから私が描いた顔はいまいち可愛いって思えないのかもっていう部分が必ずどこか一箇所見つかるはずなんですよ。僕の場合はですね、目、鼻、口のパーツの大きさが問題だと気づきました。目、鼻、口のパーツの大きさが極端に大きくなってしまう手癖があったので、顔面がまるで前にせり出しているような感じになってしまい、それがいまいち可愛いという感覚から離れてしまう原因になっているなということにここで気づいたんですね。そうなんです。今までずっと左右均等にかけていないから可愛くないんだと思い込んでいたんですが、そんなことはなくて、全体的なパーツの大きさのバランス感の違いが一番の原因だったわけなんです。多分ですね、海さんも正面の顔を本当に左右均等に描こうとしたら、それは簡単なことだと分かっているはずです。いやだって顔の半分だけ描いて、その半分をコピーして、そしてそれを反転して重ねちゃえばそれで解決しちゃいますから。でもそれでは解決できない。だから困っているんだと思うんですね。で、その原因は何かと言ったら、それはですね、おそらく僕の経験上、顔の歪み、左右均等に描けないからではなく、自分が気持ちいいと感じるバランスになっていないからだと思うんです。そのバランス感を育てるには、この人は歪んでいても魅力的な顔を描けているなって思う人の顔を素体トレースしてバランス感を研究してみること、そしてその顔を自分の作品の真横に置いてみて自分の手癖を分析してみることで、最終手段、もうどうにもならないって思ったら、うまくいかなかった部分はパッと何かで隠してしまうこと、この3つを試してみてはいかがでしょうか。頑張ってるのに、努力しているのにあまりうまくいかないと海さんは悩んでいらっしゃいますが、それは海さんが今までたくさん絵を描いて手に覚え込ませてきた努力の量の証明だったりもします。手癖が体に染み込んでるぐらいたくさん積み重ねてきた海さんですから、その癖を自分が思うようにコントロールすることだって海さんならきっとできるはずです。諦めないで応援しています。
以上が今日僕が伝えたかったことです。いかがだったでしょうか。それと今回紹介したような少し歪めた顔のバランスに対してこっちの方が可愛いかもって思ってしまうことには理由があると思うんです。その理由について僕なりにさらに詳しく分析してみた動画。印象値って何？顔もっと可愛くする魔法を教えますもあります。印象値、ちょっとね聞き慣れない言葉だと思うんですが、そう思ってしまう一つの原因になっているんじゃないかと僕は思うんですね。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。概要欄に URL を載せておきます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。